前回までのオラオラジオ、イギー役の福山美里です。なんとお正月以来の登場。日本語を喋った。パクパクパクって口動いとるやんけってお前喋れたやんけ。走馬灯のシーンのイギーのフェイスがブサイ方じゃないんですよ。うぜシュプール。ジョジョはモデルのポーズ研究の参考にもなり、とても役立っています。犬好きの子供を見殺しにはできないぜ。ジョジョの奇妙な冒険、スターダストクルセイダーズ、オラオラジオ。この番組は荒木博彦先生原作のテレビアニメ「ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダーズ」のラジオである。パーソナリティは空城城太郎役の小野大輔でお届けする。ストーリー、1987年日本。ジョースター家の血を引く青年空城城太郎は悪霊に取りつかれていた。祖父ジョセフは悪霊、すなわちスタンドが突如発現した原因が100年の眠りから目覚めた吸血鬼ディオとの因縁によるものだと明かす。城太郎はスタンドの悪影響によって倒れた母ホリーを救うため、全ての元凶にして邪悪の化身であるディオを倒すべくエジプトを目指す。数々の敵スタンド使いたちを撃破し、城太郎たちの旅は続く。この番組はスピードワゴン財団の提供でお送りします。 Go West。改めまして空城城太郎役の小野大輔です。ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースのラジオ第24回です。今回はね、これに触れなければいけないでしょう。プレミア上映会 in 仙台に行ってきましたーということで、先にじゃあね、その上映会でどんな感じだったのか、何をやってきたのかっていうのをね、まずそのメールからね、ちょっとご紹介しないといけませんね。はい、では行きます。スタンド名、ブロークンハート。小野さん、スタッフの皆さん、こんにちは。初めてメールさせていただきます。先日宮城で行われたプレミア上映会、お疲れ様でした。宮城県在住の人間として小野さん、雲翔さん、津田 D がいらっしゃる行かずにはいられないとばかりに参加いたしました。劇場の大画面と5555立体音響で見るジョジョは大変迫力があり、またトークパートも収録でのエピソードから熱いジョジョ語りまで終始楽しい時間でした。そして42話が上映された後の重苦しい空気、辛い回ではありましたが、衝撃、喪失感をみんなで共有できるという、ある種とても贅沢な体験だったと思います。上映会の後、牛タンとホヤは召し上がったでしょうか。他にも裏話など聞かせていただいたら幸いです。そうなんですよ。その会場の画面が東京でもあまり類を見ないぐらいですね、大きい画面で、さらに音響ももちろんその立体音響でということだったんで、迫力がすごくて、しかも上映した回がですよ、そのダービー兄戦の1、2と42話、テレンス・ダービー戦の決着とプラス B パートはそうですね、アブドゥルの旅立ちですね、はい、が描かれていたということで、まあね、出た瞬間はですよ、来ましたと仙台っつってジジイと一緒に来たぜともうそのテンションの高さですよね。僕らの津田 D も僕もですね、実は先の話になりますが、ジョジョでおなじみのムカデ屋さんにですねお邪魔しまして、もちろん領収書切らずにはいられないですよね。はい、私ですね、バッチリ、キラヨシカゲで領収書をいただきまして、ただし書きにですね、ボタン付け代としてと書いていただきました。はいもうこの領収書宝物ですよ。でその話を会場入りした時に津田 D にしたらですよ、はい僕ももらいましたっつって、おいおいっつって君もかいって
津田 D 同い年なんでね、やっぱ共感できる部分というか、ただのジョジョ好きになってる瞬間があって、でそれを石塚雲翔さんが隣で見て、何それって何買ったのつってボタンつけたいって書いてるけどみたいなもちろんごますり団子も食べましたしね、ブジューっつって。で俺たちがうまいなーって言ってる隣で雲翔さんが美味しいねこれっつって普通に食べてるっていう大事だと思うんですよ。そのジョジョをこじらせてる人たちが盛り上がってる隣で、なんかすごいことが起こってるんだな、でもなんか普通に美味しいなとか、普通にいいねとか言ってくれてるその存在がいてくれるっていうのが対比ができるからね。ちょっとねメールいっぱい来てるんでね読みますよ。スタンド名常禅寺。こんにちは。9日に行われたプレミア上映会宮城に参加させていただきました。このお知らせを聞いた時、丈太郎とジョセフがついに森王町に来るのかと大興奮してしまいました。そうメールの途中なんですけれども、ようこそ森王町へっていうプラカードみたいなのを出してくれたお客さんがいらっしゃって感動しましたはい、小野さん、翔さん、津田さんの熱く楽しいトークはもちろんのこと、大スクリーン大音響で視聴するジョジョ全てにおいてグレートでした。そして42話宮城では先行上映でした。原作を読んでいて結末は知っていても思わず涙が出てしまいました。見終わった後の会場のおつやムードは今思い出しても込み上げるものがあります。雲翔さん打ち上げをとても楽しみにしていた様子でしたし、小野さんと津田さんはムカデ屋で、聖地巡りをしたということでしたが、イベント後どこかへ行かれたりもしましたか？ぜひ聞きたいですと。ぜひまたいつか森王町へ来てくださいということでですね。先ほど語った通りなんですけれども、後乗りしたんですよ。後乗りして次の日こそですよ、ムカデ屋も行ったんですけど、常禅寺ってね、スタンド名常禅寺って書いてある通り、常禅寺通りというですね通りがありまして、なんかそこにね彼の家があるらしいんですよ、丈介の。これあんまり深く言うとね、なんか先のことになっちゃうんで伏せときますけど、丈介の家が常禅寺通りの脇ぐらいにあるらしくっていう話を聞いて、その前に行ってみたりとかしたり、広瀬通りも通りました。ここかーっつって、オーソン行きました。オーソンになっていたローソンに行きました。で丈太郎のタンブラーが売ってたんで大と小2つ買って路地あるかなと思ったら路地なかったね、さすがに路地は。でも振り向いちゃいけないからね、路地は。路地あったの怖いよね、実際。でも堪能しましたよ、そういう意味では。歌教院にも行きましたしね。高等大公園っていう公園があって、実はその辺りが平吉景邸がある場所なんじゃないかというふうに言われてるところらしくて、そこも通りましたしですよ。いや堪能しました。一つ行ってないところがあるとすれば、紅葉グランドホテルね。紅葉グランドホテルはなんでかっていうと、めちゃめちゃ混んでたんです。その日仙台ハーフマラソンが行われていてですね、軒並み仙台は盛り上がっていたんですよ。もちろん上映会、むしろ上映会だろうと思うんですけど、重なっちゃって、だから紅葉グランドホテルいっぱいで撮れなかったんですよね。でもある意味だから次行く旅の目的がまたできたと。また仙台に行きたい。仙台に行ったら紅葉グランドホテルに泊まると。宿帳には空城九太郎って書くのかななんて思いながらね本当思い出がいっぱい詰まった仙台の旅になりました。じゃあこれ最後このメールだけ読ませてください。スタンド名リシュ。小野さん、いつも楽しく拝聴しておりますと、ジョジョプレミア上映会 in リフに参加してまいりました。仙台の少し外れたところにあるリフという町で、上映会あったんですけれどもですね、皆さんの強い絆に感動せずにはいられないということで、ところで上映会翌日、小野さんがいらしたムカデ屋さんに行きました。ありがとう。店員さんがすごく親切に接してくれて、小野さんのほやほやのサインを見せていただきましたと。でたまたまそこにいらしたもう一人のお客さんが、誰なのかは知らないけどなんかすごそうだから写真を撮っておこうとおっしゃい
後で店員さんにいろいろ教えてもらっていたみたいです。もしかしたらもう一人ジョジョジョがここに誕生するかもしれません。ジョジョ女と書いてジョジョジョなんですけれどもね。女性の方だったんですね。はい、新しいジョジョを知ったきっかけ、意外それはになるかもしれません。これも承るということでしょうか。ちゃんちゃんということで、そうジョジョをここから知ってもいいよね。確かにムカデ屋にたまたま来てたその方が誰だろうこれっつって何ジョジョ出てる人なんだ、ジョジョ読んでみようってなってくれたらね、それはすごく嬉しいことなので、ぜひぜひジョジョ広めてください。その場にいた方もし気づかれたらですね、ジョジョ面白いよって勧めてもらいたいですし、はい、ムカデ屋のスタッフの皆さん、その説はありがとうございました。また必ず仙台に行った時は立ち寄らせていただきます。そして必ず仙台に僕はまた行くことでしょう。その時はよろしくお願いいたします。さらば仙台遥かなる旅路。さあ、今日もですねたくさん喋ってるんですけれども、今日はですねその熱い気持ちまだまだ伝えたい。そう今回のスタジオにも熱い曲を作ってくれたあの方をお招きしているんですよ。お招きしましょう。ジョジョその血の定め、そしてジョジョその血の記憶、エンドオブザワールド作曲の田中康平先生です。どうもこんばんは。田中康平でございます。田中康平役の田中康平とどうも。いやもう本当にジョジョといえばですよ。ジョジョといえば荒木先生でしょ。ジョジョの先生といえば荒木先生なんですけれども、その荒木先生のその世界観をもう十二分に、いやもっとそれ以上に表現してくださってる楽曲を作ってくださってる先生、田中康平先生でございます。ジョジョラジオ初とジョジョのラジオは、でも前に出た。でもあなたじゃなかったけど、そうですね、上田洋次さんがやられてたスピードワゴン役の、はい、そうなんですよ。いやでもこのね第3部のラジオとしては初めて登場ということで、田中康平先生知らない方は僕いらっしゃらないと思います。分かんないそうでもね改めてこのラジオからちゃんと見出したっていう方もいらっしゃるので、実はなんて言うんでしょうね、アニメファンじゃなくて、たまたまジョジョを好きになって、でアニメ見始めて、でジョジョラジオも聞き始めたっていう方もいらっしゃるので、改めてちょっと説明をさせていただきたいと思いますけれども、恥ずかしいですけど、ジャンプ作品っていうことですよ。ジャンプ作品多いね。ドラゴンボール、ワンピース、などなど、いやもっとありますよね。バスタードあったりで、ヌラリヒョンもあったり。ヌラリヒョン最近ですね。最近ですね。あとはね暗殺教室なんて。暗殺教室はもう今まさにブレイクしている作品で、そう考えると、いや田中先生って何年作曲の仕事？一応35年ですね。僕30今7歳なんですけども。そうなんだ。じゃあいや僕が生まれてから。でもねこの頃ねよくミュージシャンの人とか一緒にコラボするんですけど、自分がこの業界に入ったきっかけは、私のあの曲でしたという人はすごく多い。だからごめんね、道を踏み外したしてごめんなさい。いやーでも35年ですか。それまでにここにもちょっと台本にも書いてるんですけど、今までに1万曲以上作曲されていると。そうですね、1万曲書きましたね。そういや私すごいんですよ。ちゃんとね初めからね自分で何を書いたっていうのをちゃんとこうつけてるんですよ。だから大体まあきっちり1万曲じゃないんだけど、でも大体そろそろ1万曲だよねって言って、去年一昨年ぐらいからカウントダウンしてたんですよ。わすごい。でそうなんですよね。その1万曲達成した曲がそれがですね、ジョジョその地の記憶ですよ。またいいところでまたかかり始めましたね。かかっちゃった。これ1万曲目なんですか？ちょっとね工作しました。いや計算しました。計算して、これ今書いちゃうとこれ1万曲目になっちゃうから、これはちょっと後にして先にジョジョ書こうと。いやでも逆に言うと調整して1万曲にこの曲持ってきたかったってことです。よくあるじゃないですか、切り板とかあるじゃないですか。いやありますね。それ記念になるやつ。記念になるやつはやっぱりちゃんと記念になる曲にしたいなと思った。嬉しい。いやちょうどそんな感じの流れだったんで、
もうその心はってもう聞くのも野暮かもしれませんけど、あえて聞くといや、あの曲ちょっと皆さん初めはみんな違和感をものすごく持たれたと思うんですよ。オラオラが入ってるとか、オラオラレンコとかね、あの辺がやっぱりそういうのに主題歌にそういうものを小野くん以外の人がオラオラ叫んでるのを入れていいのかどうなのかという。確かにそうなんですよ。そこはびっくりしました僕らも。そうでしょ。で、なんだ俺じゃねえのかって思わなかった？俺にも俺がっつってオラオラっつっていや3人ジョースターズさんがそうなんですよ。来てくれた時にその話ちょっとさせていただいて、結果的にですよ、最終的にこのラジオで最後のオラオラ僕も交えてやらせてもらうっていうの、それが正当版でしょうね。今度それ作りましょうね。いやでもね、僕3人お三方のお話聞いてると、お三方のパーソナリティ自体がトミーさんがちょっとジョナサンっぽい肉体派だったり、そのうちのね定めも歌ってるからね。そうですね。硬さっていうか、やっぱある意味すごくジョナサンっぽいじゃないですか。で2のコーダさんはまたいい感じでね、こうなんていうかセンシティブじゃないですか。センシティブね。そして肩の力がちょっと抜けてるように見せかけて本気出す時すげえ本気出すっていう感じと、リハの時あんまりちゃんと歌ってないからあれ大丈夫かなと思ってちょっといや本当に僕もイベントの時に見てたら、ふらゆらゆらって歌ってたんですよね。いい感じで力抜けてるんですよね、彼はね。でジンさんがもう正統派の、またね正統派ですよ。この人昔やんちゃしてたんだろうなって感じ。でもね、これ初め企画の時に、一番曲にはなるとは言ってなかったんだけども、いろいろ企画会議あるじゃないですか。この曲どうしましょうかねと、まず誰に歌わしましょうかねみたいな話から始まったんですよ。へえ、そっから、でもやっぱり3だからジンさんじゃないかという話から始まってるんですよ。そうなんです。その曲を作る時の順番って確かに僕ら実は知らなかったりするんですけど、歌い手さんから今回の場合は歌い手さんから、一番最初のその地の定めの時は曲ができて、それをそれに合う人を探したんですけどね。でも今回はジンさんとりあえずありきで、じゃあジンさんで作りましょうと。でもなんか技がないよねって話になっていやジンさんだけでも全然いいんだけど、スタンドプラウドが前期であってからのこの曲ですもんね。そんなのね、おもむろにね、ワーナーのね、大森さんという人ね、今イニシャルトークですよ。大森さんという人ね隠れてるのかな大森さんという人がね、いや僕にちょっとすごい技があるんですよ、案があるんですよ。何っていうか、仮面初代とウェズリーとか、もう聞いた瞬間今ねピーンときました。今心で理解。なるほどとか言ってね、じゃあ123初代から3代目まで全員に歌っていただきましょうみたいな話を盛り上がっちゃったんですよ。これが納得いきますね。いやめちゃくちゃ盛り上がって、それいいね、わあそうだねって言って、大変なことに気がついて、3人全然あれが違う、スケール感と音域も全部違って、さあどうしようとかなった。いやそうですよね。3人を一緒にしようってまず思いつかないですしね。それでやっぱりその3人のいいとこも全部出さなきゃいけないじゃないですか、全員ね。だからそのためにさどうしようか、そっから苦吟が始まりましてね。田中先生といえど悩みましたか？私はねちょっと自分がアニメソングを書く時の必ず自分の思っていることは、とにかく10年残る曲を書きたい。10年は消費されちゃう曲もあるじゃないですか、いっぱいね。でもそれにはなりたくないなと思う。だから10年後聴いても全然新鮮に聴けて、なおかつまだ誰の心にも残っているような曲を書きたいと思って書いてるんですよ、ずっと。だから私の曲ってちょっとは他の曲と他の人の各曲を悪く言うわけじゃないんですけど、変わってる。確かに今の流れと違うかったです。なんか違和感が一瞬残るんですよね、最初聞いた時。これねミュージカルってみんながまず一番最初にツイッターでガーッと書かれたの。でその次はサビはどこって書かれたの。なんだろう、メロディーがそのじゅんぐりじゅんぐりしていくんですよね。同じメロディーが。それで、何このオラオラと書かれたのよ。うわーみんなさすがにこっちが仕掛けた罠に全部ひっくりついてくれて嬉しいなと思って。出た、ひどいジョセフですね。ひどいですよ。こういうのってね、一番いいのはね、ツイッターとかでいろんなところ各所で見るんですけど、一番最初初見の時にNG が6割
最高というやつが4割、この配分がぴったしですね。反応ってじゃあまんまその通りだったそれでそうです。それでちょっとそのうちの定めの方は、8割良くて2割ちょっと違和感みたいなのがあったんで、まあそれはちょっと自分の中で反応としては物足りないなと思ったんですよ。もっとあっていいぞと。それで2週目になると五分五分ぐらいになって3週目になるともう逆転してるというね。だから本当に初めに悪いこと言ってくれる人というのはもうすごい貴重な存在なんですよ。いやなんかね、深いし広いですね。いやそんなことないですよ。いや懐が結局なんか悪いこと言うのもいいこと言うのもすごい聞いてくれてる愛情があるからこそじゃないですか。でイエスの反対は無関心だから、スルーさせない曲を書こうと思ってたんですよ。だからできないこれ。本当だ。すごい。なんかツイッターに絶対書き込まずにはいられないという、出た。そのスタンドが酒飲まずにはいられない。そのスタンドがね悪いことでもいいことでも書いてくれるようなことを考えて書くんです。殴られた感じがするんですよ。楽曲にボーッつって「いってなんだこれ!」ってなる感じっていうのがえぐられた感じ。違和感をまず一番最初に意識させるというのはちょっと自分の技ですよね。技なんです。これは長くもうちょうどそれにもう即したメールが来てて、スタンド名ゴールデンボンバージョジョのオープニングエンディングは繰り返して聞けば聞くほどその魅力が伝わってくるものが多いと感じます。なるほど。その中でも一番ヘビーローテーションで聴いてしまうのがジョジョその血の定めとジョジョその血の記憶ですと。アニメの主題歌は何回も聴くものなので、もしかしたら意図的に噛めば噛むほど美味しい曲にしているのではと思ったのですが、田中先生この推理合ってますでしょうか。そうですね。キャッチーなことはキャッチーなんだけど、一回聞いただけでは正体がわからないというのが一番いいんじゃないかと。だから何回も聞かないと、そうなんか聞いてるうちに何これちょっと違和感あるなと思ってたら、あれとかなっていくところが好き。僕本当にまた別作品になってしまって恐縮なんですけど、大好きだったのがやっぱガオガイが好きで、あれこそやっぱりオープニング初っ端からガガガガガガって始まるじゃないですか。あれはなんだこれは。米谷君っていう監督さんの作詞なんですよ。で、彼はいろんなちょっと事情があって、画をたくさん描きたい気分になっちゃったのね。で、あれ視線ですからね。視線。視線。で、初めの1ページの半分ぐらい全部画だったんですよ。最初でその後詩があったのね。いくらなんでもこの画は表現できないけど、でもできるだけ画を使ってあげようと思って。なるほど。それでああいう曲になってしまいましたけど。いやでもやっぱり最初になんだこれっていう衝撃があって、スルメ曲というか。でも今でも歌っていただいてるのでね。それこそ10年ですよ。そうですね。10年経っても忘れられない。We Are なんかは世界中今15年ですけど、世界中です。世界中ライブやってるじゃないですか。私ワンピースコンサートはじめとして、ジョジョもやってるんですけど、向こう行くと全員最後 We Are をですね、立ち上がってね日本語で歌うんですよ。日本語がいいでしょ。一つそのライブの話で同じことがあって、パリでそのワンピースコンサートやったんですよ。でその次の日に田中康平ライブをやったんですよ。今度はバンドで、その前の日はオーケストラでやったんですけどね。でバンドでやって、400人ぐらいのホールでやったんですけど、それはもうワンピースの曲じゃなくていっぱいやったんですけど、一番前にいる親子3人連れがですね、ジョジョ熱唱するんですよ。ジャーって言うから、親子連れがまたいい。親子連れでサイン会があったんで、最後君たちジョジョすごいね、どこから来たのって、カザフスタンだ。すごいよ。それはね本当にアラブ首長国連邦だったりサウジだったり、ロンドンパリ、スペインドイツいっぱい来てるんですけど、いやカザフスタンの人がジョジョを知ってるとは思わなかった。いやなかなかないですよね。面白かったよ。だからすごいですね。それいや私も本当にびっくりして。でも音楽ってやっぱり共通ですね、バンコク。そうですね。またその今みたいにジョジョとか一緒にそのうちジャージョみたいなとこを作ってるし、私またこれね作詞だからそこも狙ってましたね。このオラオラもそうですけど、もうみんな世界中行ったらもうその最後のジョジョの大合唱。まだオラオラの方はね台湾でしかやってないんで、一人オラをやりましたよ。この曲一人で歌ってきましたからね、台湾で。
記憶ですか、エンド・オブ・ザ・ワールドを深海で眠った物語灼熱の砂を波立て宿命をまた呼び覚ますってやってたよく歌いましたね。いや歌いますよ一人で。いやもうだって重なってるじゃないですかちょっと。まあね一応そこは二人羽織でとりあえずだからもう曲書くときは全部デモテープは自分で歌ってますからね必ずその話ジョースターズさんたちもしてましたねそういや。で感じ悪って言われる込められてるものが半端ないからこっちもそれ以下にっていうかそれを超えなきゃいけないと思ってハードルが上がるって話をね。ハーモニーのバイオリン弾くときに錦織健君にねテーマを書いて私が仮歌入れてあげたら錦織君がやめてくださいって言われてこんなうまく歌うのはって言われてやったーやったー先生かわいい。いやそんな現職のねテナーの人から褒められたら嬉しいじゃないですか。本当ねえいやすごいやっぱこのパワーがあってこそのジョジョの楽曲なんでしょうね。いやたくさんメール今回いただいててなるほどどんどん読んでいきます。どんどん読んでくださいお願いします。スタンド名リップクリームそのいい声で言うのがスタンド名じゃねえな主題歌を担当される際作品の前情報など、はどれくらい渡されているものなのでしょうか。例えばですね、スピードワゴンはおせっかいな野郎だぐらいの情報しか教えてもらえないのか、そんな情報いらないからこれねこの情報だけ渡されたらねどうだけ渡されたらどんな曲になっちゃうのねどれくらい情報を入れてから曲を作られるものなんでしょうかというのをいただいてます。私はもうすごいですよ、まあジョジョは初めから知っているしそうなんですよね。それでまあジョジョが来たからもう一回一からちゃんと読み直そうと思ってもう家にあるの持ってたそもそも読んでたけれどももう一回そうですでもう一回全部入れて叩き込んでから書くんですけど、まあワンピースもそうなんですけど、ただ新しい作品ってあるじゃないですかオリジナル作品、これは非常に難しいんですよ、だからその世界に入らないといけないんだけど、だからイメージボードだったりできている全部脚本だったり全部送っていただいてそれで全部読んでそれが自分の中に入って書くしかない。ちょっと前に一昨年出したグラビティデイズという、まあ素晴らしいゲームがあるんですけど、それはねそのグラビティデイズの世界はどこにもない世界なんで、だから目を閉じたらなんか風の音が聞こえてどんな匂いがして、どんな想像しい子供の走り声だったり街の音がするかなという言葉で分かるようになってから書いた。自分の中でイメージボードいっぱい見て、そのストーリー感じて、絵だったりとか。そうじゃあ基本はその全部入れてからそうです自分の中にちゃんと像が結べるようになって音が聞こえるようになってから始めるんですね。ジョジョはやっぱり何と言っても2作ともディオなんで、だから血の匂いと血のちょっとした味みたいな感じが受けなければこの曲は失敗だなと思ったんです。聞いた時にですね。そうそれで面白いことにねちょっと前ライブで台湾でライブしててその地の記憶を歌ってたんですけど、その最中にガーってやったら血が出たんですよ、途中で。で感想の最中に「血出たよ」ってみんなに台湾のやつに「ごめん」っつってでちょっと舐めるのよってリオの気持ちが分かるってやってそれで歌ったんだけどね。田中先生に言うのもなんですけど持ってますね。いやちょうどその曲でやってるから偉いもんだよなと思ってでも血を感じられる音曲切ったら血が出るような曲ですよ。でもやっぱそれってさっき言った通り聞いたら忘れられなくなってずっと10年20年残っていくっていうのは、それもそうなんで、私はね体温だと思う。体温を感じない曲がこの頃ちょっと多いんじゃないかと私は非常に思うんですよ。テクニックに走って、その人となりだったり作家性だったり、歌ってる歌手の方の体温とか、そういうのはなかなかちょっと感じにくいのがちょっとこの頃多いので、私だけでもこういうのは作り続けた、私だけではありませんよ、いっぱい作ってる方もいらっしゃるけどと思ってるの。暑いですよ。だって聞いただけでちょっと体温上がりますから、そうでしょう。だいたい 2,3 度上がるんですよ皆さん部屋の中が。もうでも徐々に関わる方ってみんな暑いですね。そうだね。また語る時にみんな熱く語るよね。暑いんです。だから、喋りすぎちゃうんですよ先生。もうでもね今日はねいっぱい喋ってください。まだまだあります。時間は。いや読みますね。じゃあ、どうぞすいません。スタンド名 From A to B ジョジョの奇妙な冒険はジョナサン・ジョセフ・ジョータローのジョースターの決闘
と、ディオとの因縁の戦いを描いた物語ですが、それを曲として書き切った田中康平先生にも、はい、作曲家としてのライバル、宿命の相手と思える人はおられたりするのでしょうか。1万という膨大な数の曲を作りながら一体何と戦いを繰り広げてきたのか、その康平の奇妙な冒険の一端をお聞かせください。なるほど。いや、まあライバルとかいうのを、まあ誰かというのは言うと言わなかった人にも失礼だから、現存の方の言わないで、私はやっぱりもうクラシック小僧だったんです。昔クラシック音楽、まあロックも聴いてましたけども、一番自分のルーツはクラシックだし、ベートーベンだったりワグナーだったりするので、やっぱりそちらの人が永遠のライブだよね。戦って、なぜかというとね、譜面を見たら分かるんだけど、すんごい書いてるのよ、その人たち。書いてるんですよ。もうだって例えばワルキューレとかもう2年半ぐらいかかって書いてるわけですよ、その1曲をね。4時間ぐらいの曲ですけど、ものすごい楽譜量なんですよ、彼らの書いてるのね。でまあよくクラシックのこれと聴き比べたけど田中の曲はまだまだだなって書かれたことあるんだけどさ、そうだよ、4年かかったもんとさ1日でさ3曲ぐらい書いてるのとは違うんだからさでも CD にしてみたら一緒でしょ。だからそんなことは言い訳にできないわけですよ。というと何と戦ってるんだって、クオリティですよ。それはもう間違いなく、時間とお金の制限がありながら、クラシックの大作曲家と聴いてもまあそんなに遜色がないような曲を書きたいと思ってるんです、ずっと。クオリティで勝負するという、もうクオリティしか戦ってないですね、今となっては。自分がじゃあやってきた楽曲と、その1万曲ですか。そう。あと一番いいのはまあ一番言いたいのは、私は過去の曲の自分の盗作はしたくないとずっと思ってるんですよ。あれ成功したからあれみたいな曲書こうと、自分の曲をね、それがねできない、辛い。毎回毎回考えないと嫌なの。だからなんでしょうね。僕も聞いててやっぱり、田中先生の曲だなと思うんですけど、あれと似てるとは思わないんですよね、いつも。暗殺教室とジョジョ全然違いますもんね。全然違います。ウィアも全然違います。そういう感じで過去の自分を踏襲したぐらいなとずっとも思ってるんですけど、まあ人間には限りがあるので、それは少しは似てるとは当たり前言われますけど、それはでも田中先生のその一応生き様というか、その個性ですもんね。そのように言っていただければありがたいですけど。でも根底にあるのってやっぱさっきおっしゃってた熱量ですかね。そうですね、スピリッツですね。熱い気持ち、とにかく熱い気持ち、溶かせないものはないと思ってるから。うわーかっこいい。ひどいね。いや、いいですね。いや本当に困った人ですよ。困った人ですよ。いやもうこれじゃどんどん読みますね。どんどん聞きたい。スタンド名ミク。ジョジョは連載開始から30年弱の年月が経っておりますが、もしその頃にアニメ化されていたとして、その主題歌を田中先生が手掛けていたとしたら、この2015年に作られた曲とどういうふうに違っていたと思いますかという。なるほど。率直な作家としての成長ですかね。だから昔だったらどのように、若い頃だったら、若い頃だったらここまで計算してなかったと思うな。もうちょっとストレートに書いていたと思いますよ。ただ私が一番最初に世間的になんかすごく評判になったのは、ドラゴンボールの主題歌の編曲なんですよ。つかもおぜの曲、あれのチャラランツタンタンダラララランツタランチャララってやつよ。そこ作ってんだ。あれ時代に、あれ本当に25年前ぐらいですよね。30年近いですよね。なりますね。時代にサウンドを作った時に、はっきり言うとみんな何をしてるんだと言われてディレクターさんにバカ野郎やりすぎだよって言われたのね。やりすぎだよ。いやそれででもこれちょっとお願いします、このままやらせてくださいって言ったら、ディレクターさんもじゃあいいややってみって言って出したらすっごい評判になっちゃって、それから仕事一気に増えたんですけど、だから今言った30年前のその頃のスピリッツと今のその摩訶不思議アドベンチャーをちょっと聞いていただいてですね、今のジョジョその地の記憶を聞いていただいてね、さっき自分のあれは踏襲しないというけど匂いはあるよね、きっとね。匂いはそうですよね。その中で積み重ねてきたんですよね、きっと。だと思いますよ。テクニカル、あっちの方がテクニカルかもしれない、逆に。そっか。やっぱ若いからちょっと詰め込みすぎてテクニカルになっている。こんな
ことできるぞ、そうそうそうそこんな面白いことできるぞっていう一応認めてもらいたいっていうのはあるじゃないですか。ギラギラ感ですよね。誰でもあるじゃないですか。で声優さんもやりすぎてね、音響監督はちょっとやりすぎって言われるんでしょ。ありますジョジョに関してはねほぼなかったです。全然やりすぎ足りないことあってもやりすぎることない、ね、もっとやっていいよとかねそうだねありましたけど、それはそうだそうだ。僕、15年声優やってて、僕が感じることってその15年前だったらどうやってたと思いますかってもし聞かれたとしたら、でも15年前でしかできないものがあったんだろうなって思うんですよ、情熱としては。で今は好きなことっていうのとその、技術とっていうのがなんかやっとこう追いついてきて、そう情熱、好きという情熱と技術のバランスがやっと取れてきて、僕だから今やってよかったなと思うんですよね。それはその通りですよ。本当に若いうちしかできないことあるけど、でもそれはテクニックが伴ってなかったり、人の気持ちもあんまり分かってなかったり、一方通行だったりするわけですよね。でもアーティストとしては一方通行 OK だったりするんですよ。で世間に揉まれてきすぎて、相手の気持ちが分かりすぎるようになってくると、今度は今言ったような直球勝負ができなくなって少し変化球混ぜるようになるんですよ。でそうするとですね、その直球がね、みんなピッチャーもそうだけど、150キロ投げてる人がフォークを覚えたらだいたい130キロ140キロぐらいになっちゃうわけですよね。その150キロも投げながらフォークも投げた方がいいよ。だから技巧派ってかそれすごいなんか厚みがありますね。いや本当にサッカー見ててなんかちょっと昔の勢いがなくなっちゃったなと思う人もいるわけで、私見てるとそれって悪く言うと老けたっていう感じで、でよく言うと円熟したっていう。なるほど。でもね、円熟なんか必要じゃないよ。もう死ぬまで中2で行こうよ中2なんだ。しかもちょうどでもジャンプ読んでる時中2で行こうよ。中2で気持ちはそこで行きたいですよね。気持ちは中2で行かないと。うわでもずっと生み出してるのが納得いきました今日。そうですか。私きっとね突然に死ぬ時っていうのはあれだと思ってたんですよ。息子の運動会の父兄参加 100m 競争だと思ってたんですよそこなんでかって言ったら、私昔ね足早かったんで、11秒台で走ってたんで、それでもしそういうのがあったらですね、もうお父さんね、こんな60歳になったお父さんがね40歳のお父さんと一緒になって走って勝ってやると思ってわーってやってゴールして心臓麻痺で死ぬといいなと思って何ですかそれダメ先生。だから心は中2、心は中2でも体は60だったするわけでいいですね、まだまだね時間いけそうなので、大丈夫ですか。もっと読みたいと思います。すみません、喋り倒して。とんでもない。スタンド名、よしお。アニメの主題歌というものは、なんだかんだと言って歌手の存在が大きいと思います。歌う人によっては声の出る音域も違うでしょうし、音域の得て増えても出てくるとは思うのですが、曲を作る際歌詞の情報や特徴などをどこまで考えて作られているものなんでしょうか。さっきもねちょっと触れてましたけども、今回はやはりジョースターズの皆さんと事前に酒を酌み交わしたりされたのでしょうか。トミーさんとは酒を酌み交わしたんですけどそれは前からね飲むんですよ。僕もこの間その話してたら、飲みましょうって言ってました確かに。飲んだんですね。ああ見えてもすごいいい人ですからねいや街で声かけられたらもう絶対無視するけどね。そうですね、ちょっと後ろから先生とかうわこれってなりますでもすごいいい人なんですけど、それはそれでいいんですけど、話して、それもそうなんだけど、私はいつもやってることは、すごい上手い人もそうでもない人も歌手の人ね、そこにちょっとだけ上の曲を、テクニック的にもスピリッツ的にもちょっと上の曲を、そうなんですね。こんな上だとこんなそうでもない人は歌えないので。先生手で表現されてますけど、いいのこれラジオって分かんないから分かんないからいいすごくすっごい幅が上のとこじゃなくて書きすぎると、これはもうあまりにもそれは難しいこと要求しすぎだし、でなぜそういうことをするとかというとね、歌の上手い人に普通の曲を書いちゃうと本当にちょいのちょいで歌われちゃうんですよ。なるほど。それこそテクニックでカバーをできるところで、そうパッと歌っちゃって、これテイクワンで OK ですねみたいなね。なるほど。それはさ、なんか作曲家としても嫌だな。悔しいんちょっと。レコーディングまで来て、なんでこれできないんだ、これ悔しいなって言ってくれないと。まさしくその通りでした。それで追い込んでいくんです。言ってた。そう
で追い込んでいって本当にトミーさんなんかできなくてもうものすごい自分ダメだよって言って最終的には君の悪いとこあってこんなことまで言ってんでひどいでしょ収録する時にですか。そうひどいでしょ。でもねそうやって追い詰めるとね、火事場のバカ力が出るんですよ。みんな燃えるんだ。燃えるんですよ。みんなプロとしてアーティストとしてやっぱり一本目でやってるわけでしょ。そんなもん簡単になんかできたものが世の中に出るよりはもう本当に苦労してそれでこれいいねってみんなが納得したものを出した時は彼らも無上の喜びなんだと思うんですよ。だから一応その人のレベルよりも少し上挑戦したらできるぐらいのところの作品になってるんですよ。だからこのもうジョジョ創始の記憶なんてめちゃくちゃ難しいですよこれ撮るの音程が。でも彼らならできるだろうと思って。先生ディオみたいですね。S と言われてるんですけど昔から S 作曲家と言われてるんですコテンパンに叩きのめして絶望にちょっと追い込みつつもでもそこから這い上がってくるじゃないですか。それってジョナサンもそうだったしジョセフもそうだったし、でもディオのようなディオじゃないんだよね。もうちょっとそういう性の愛情があるから、なるほどね本当の愛情が負の愛情がそんなにないからこいついじめてやろうみたいなのがないからね必ずそこから戻ってくるっていうか、なんか私と付き合ったおかげでなんか少しでもこうなんか得るものがあったり嬉しいなと思う。熱いな。もう熱すぎますよね飲みに行ったりするとこんな話でずっと喋ってるからね先生そうなんですよ。さっきそこで、打ち合わせしてる時からずっとお話ししてくださってて、今日だからノンストップでジョジョトークもういつでもそうです。どこのラジオ行っても、打ち合わせ面白かったからその話は本番でって言ったらもっと面白い話するから大丈夫ですよ。大丈夫結果期待を裏切らないっていうこの感じ最高です。素敵。いやでもね、先生まだ喋れますよ。大丈夫ですよ。もう3時間でも4時間でも付き合いますよ本当酒飲まずにいられないな。スタンド名いきます。生き別れの兄中田浩平さんなんつうスタンド名つけるんだよ。ジョジョ、その血の記憶エンド・オブ・ザ・ワールドが記念すべき1万曲目の作品とのことなんですが、1万曲も作るなんてもはやスタンド能力じゃないと説明がつかないと思うんです。なるほど。なので田中康平先生のスタンド名とスタンド能力を教えてください。ものすごく難しいこと言うね。難しいですよね、これ。私のワンピースの方ではギラギラの実を食べたやつと自分の肩書きをギラギラって貪欲とかじゃなくて、なんかいつもこう光り輝いてる感じにしたいなと思って。でもそんな感じします。だからいつもギラギラの実を食べてると言ってるんですけど、スタンドで言うとどうすかな。太陽のスタンドにしてもらうかな。太陽ね。なんかでもカーってしてますもんね。自分はね昔から照らす方だと思っても人には役割があって、でも照らされて光る人もいっぱいいるじゃないですか。でも私はなんか照らす方だなとなんかもうすごい子供の頃から気がついちゃって、学級委員やるわね、もう生徒会長やるわね、でもうなんか出ると全部こうわーっと言ってわーっとやる。昔からそうだったんですね。そうですね。昔からね、朝起きたのになんでそんな一番最初の朝からなんでそんなフルスロットル入ってんのっていつも言われてた朝一番で全開なんですね。そうですね。うざいやつかもしれないですねいやまんまなんですね。じゃあ本当困った人ですよね。裏表全然ないからね。本当に裏表なさすぎて、それで随分口で大変な目にあったこといっぱいありますけどねなんかあれじゃないですか、楽曲の名前だったりがスタンド名になってたりもしたりするじゃないですか、このジョジョの世界。そうですね。先生のスタンド名って一つパーンって決めるとするとちょっと考えるとこは番組の終わりまでに。そうですね、エンディングでじゃあそのスタンド名とスタンドの能力とか能力値とかが明かされるかもしれないぞ。田中康平、破壊力 S、 スピード A+。ジョジョを知ったきっかけ、意外それは
ジョジョの奇妙な冒険との出会いにドラマあり、作品を知るきっかけとなったエピソードを紹介していきたいと思います。というわけで、早速、これ読みたいと思います。はい、スタンド名苦悶式土器。ジョジョを知ったきっかけ、意外、それはジョジョその血の定め。友達と CD 屋さんに行った時に店内で同じフレーズがずっと流れていました。ジョ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 、なんだこのフレーズは。友達に聞くとアニメのジョジョの主題歌だよと言われ、ジョタイトルぐらいは知ってるぞジョジョとなりました。店内に長くいてその歌をループで聴きすぎたせいで家に帰ってからも頭の中ではその血の定めジョジョ、なんだよジョジョ、分かったよ、アニメ見るよ、勘弁してくれよとなり、アニメを見始めコミックスを買い、ついにはオラオラジオを視聴するようになり、メールまでするようになりました。このメールですね、つまり、曲のタイトル通り私はジョジョと出会う運命だったのですね。グラッツェジョジョという。いいじゃないですか。はい、ね、逆パターンですよね普通はね。このパターンはでもなかなかね、さっきのローソンの話でもないけどささっき打ち合わせで知ってたのは、そのメールあったんですよね、さっきね。ちょっと読みますね。じゃあ、スタンド名秋田小町。私は、4年前仙台の大学に通い始めました、2年目の夏の花火大会の帰り道、あまりの暑さにアイスを買おうと立ち寄ったコンビニが見慣れた名前ではなくオーソンになっていたのですっつ。何をするんだという感じでした。それがそのね、ジョジョ知るきっかけ、そう、1ヶ月の期間限定だったそのオーソンきっかけで単行本を買い始めて、読み始めたと。仙台在住の方なんですね、この方は。このきっかけでジョジョを読み始めた、知ったという人もいますから、このね、その楽曲きっかけはいい、嬉しいね。やっぱ、ね、先生的にもね。いや私はそれって CD 版を聞いたんですよね、きっとね。 CD を、が流れてテレビサイズじゃなくてね。そうですね。ということは長い方を聞いてるわけだよね。なんでこんな情が長いんだとかねそういうようなところも引っかかりとしてあるじゃないですかね。そうなんですよ。僕も思ったんですけど、テレビサイズで聞くときにいいなって思って、全部フルサイズで聞くとまた違うんですよね。ここを私はまたこれ仕掛けしてるんですよとにかく意識づけしていただく。つまりテレビサイズでは完全にまずインパクトで、一回聞いたら忘れられないようなフレーズを用意してガッとこう出すと、でそれをただ膨らましたもんであると、別にそれ2番がついてるだけでつまんないじゃないかと。だから CD を買うためのやっぱり動機づけとしてはですね、 CD 全然違うんだぜ、すげえ面白いぜというようなツイッターがわーっと流れてくれるように書いてるやっぱりね。いやだからこれもうまんまとですね。そう、これね、大森さんですね。大森さんと話し合ったんですけど、テレビサイズで長いバージョン流しましょうかって言ったの。それは CD に撮っておきましょうという話だ。だからそうか、仕掛けだったんですね。それで同じようにこのオラオラも、オラオラ増強になったでしょ最後ね。CD 版はオラオラが長い。そうそれはそれでやっぱオラオラをきっとみんなカラオケでやりたがるだろうなと思うようなようにしたの。それにしたんですよ。田中先生、まんまとそうなってます。私いや皆さん、君のオラオラ本当にカラオケで聞きたいの一回な。本物オラオラね。もう本当酒飲まずにいられない、カラオケ行かずにはいられないそして CD 買わずにはいられないで、喉潰さずにはいられないという。本当ですよ。どうよ、喉から血出してってみんないつも言ってる。私ぶっちゃけ喉枯れましたカラオケで歌ったでも本当ね、しょうがないですね。楽曲きっかけでジョジョを知ったっていう人もね、いやそれは嬉しい、すごく嬉しかった今ね。ありがとうございます。これを機にですね、ジョジョずっと応援していただける。田中康平も知っていただくと嬉しいですね。失礼いたしました。そんなわけでジョジョを知ったきっかけ、意外それはでした。田中康平、射程距離 A、持続力 A。
ジョの奇妙な冒険 The Anthology Songs、1&2 が発売中なんですけれども、なんとこの3にですね、このネイキッドシルバー、ポルナレフのイメージソング、こちらが実は入っております。浩平先生いかがでしょうか。いやね、本当にね、イメージソング、キャラソン、キャラソンというのはね、私割と必要だと思ってるんですよ、どんなアニメにもね。だからキャラソン集はやっぱり作りたいね、本当は。だから本当は丈太郎のこともまあいやでも楽曲で聞くだけでキャラクターが思い浮かぶっていうのはそうですね。一番問題はだからそのキャラソンの難しいところはね、すごいステレオタイプ、つまり俺は丈太郎みたいな曲になっちゃうことが多すぎる。それはものすごくただのデフォルメでしょ。そうじゃなくて、その丈太郎がいかにも言いそうな、例えば悩んで一人でいた時にポツンとつぶやく言葉とかいうのをそれを膨らました方が絶対面白いんで、その中にあるセリフじゃなくてね、本当はその方が、それがイメージソングっていうものであって、キャラソンだと私は思うんだけど、あまりにもステレオタイプになりすぎる曲がちょっと多いので、私はそれは書きたくないなといつも思ってるんですよ。いやでもジョジョの楽曲ってそう考えると必ずそういうイメージがその聞いただけでね結べるっていう。あと荒木先生がね、やっぱりあっちのロックが大好きだから、そうですね、そっち系でみんなまとめても構わないかなという気はするけどね。いやでも楽曲これからもね、ジョジョの楽曲って注目して聴いていただきたい。できればいいですね。本当1時間弱来てますけれども、もっと喋りたいんですがね、とりあえずで、この楽曲も含まれている CD の発売の情報をお伝えします。The Anthology Songs 3が、5月の27日水曜日、この、配信のとこから言うと来週になりますけれども、発売になります。22日からですね、ここは配信は。そうですね、今これ22日からなんですけれども、来週面白いことになります。先生今の内緒ね。なんかでもちょっとね、大変なことになります。さっき言ってた通り、先生またツイッター、私はちょっと実況中継を見ながら、ツイッターを見ながら見ようと思ってます。でもちょっとしたというかすごい仕掛けがまた施されているようで、よろしくお願いします。楽しみに待っていてください。そうそう、このスターダストクルセイダースの、サウンドトラックの方もですね、なるほど、菅野優吾君だ。そうなんです、5月の27日、先ほどの、The Anthology Songs 3と同じ日ですか、に発売菅野優吾君は私お友達でですね、一緒にトークショーもやりました。それであとなんかその時にお題が出てピアノがあったんで、即興でその BGM を作るというのをやりました。楽しそう。菅野は2曲やって私1曲やったんですけど、募ってそのまま即興でやる。菅野君の場合はね、ちょうど銀座のクリスマスに、雪が降ってる中で恋人が抱き合ってる時の曲とか言われて、できるんだ。すごい良かった。で私はそこの会場にいそいそとみんなが階段登ってきてここの席に着くまでの曲って言われてはいはいっつってもうそこまでいくと本当スタンド能力ですよね。そうですね。ということでですよ。なるほど。スタンド能力をさっきちょっとお伺いしてたんですけれども、なんかもう決めましたね、なんかね。スタンド名が Love Me With All of Your Heart その心はですね、これの日本語題名が太陽は燃えているという、さっきの太陽の話です。そう、情熱ね。これぜひでも原曲も聴いていただきたいですね。ちょっとすごいいい曲ですね。皆さん聴いてください。ちょっと古いですけど、でも本当この曲というかこのスタンド名が表す通り本当に情熱的に曲を作ってくださっていることが今日ひしひしと伝わりました。すいません、空間恐怖症で何どういうことラジオはそれがいいんですよね。そんなわけでですね、能力値もう本当能力値ね、素晴らしかったですけれども、この通りですね。破壊力 S と、破壊力はちょっと A よりもなんかあるんじゃないかとちょっと自分で思いまして、S にしましたが、スピード、これね35年で1万曲書くんだから相当スピードあるよね、これねそして射程距離、これはね、ごめんなさい、射程距離って長さを言うんであれば、世界中行って世界中の人が曲を聴いてくれてるから射程距離相当長いだろうなと、世界中ですね、と思ってますがそして持続力、これはね35年も続けてね、で自分の名前がテレビでクレジットされなかったのが今までに30年間のうちに3週間しかなかったというね。それすごいですね。必ず1週間のうちにどっかで
クレジットされているという、どっかで見てると。そうでも3週間だけ抜けたの、その時ものすごい寂しかったね。もうおじさん寂しくてね3週間だけですよ。でも逆に言うと、いや惜しかったな。っていうか聞く作品さっき打ち合わせで聞く作品全部僕知ってましたし、すごいなと思います。さてオタクだな。いや先生には負けますよいや別に精密動作性が A。 まあしょうがないですね。これクオリティですからね、私の目指しているところが必ずそのクオリティを保つだと思いますけどね。A。そして成長性はなんとも完成です。いやもう成長しちゃったんで、もうこれ以上成長したらねうるさいことになりますね。太陽暴発しちゃう、そんなのまあ成長性としては完成されていますけれども、もちろんその熱量的にはそうですね、まだ上は行きたいですよね。もっといければね。でも本当に日本のアニメというのは、皆さんもご存知の通り、世界中で本当に支持されていてですね、クールジャパンありますでしょ。あれはね、日本から言うことではなくて、向こうから言ってもらうことなんですよ、クールを。自分からクールジャパンなんてすごくかっこ悪いことなんですよ。でもこのアニメゲームに関しては本当に向こうからクールジャパンと言ってくれてる。これはみんなアニメゲームを好きな人ね、誇りに思ってください。このことが全て日本の文化的な全てだと思って頑張って一緒にやって盛り上げていきましょう。わー嬉しい。ジョジョの、そしてジョジョは素晴らしい。田中康平先生の旅はまだまだ旅は続きますよ、これからも。いや、運動会だけ出ないにするねそうですね、そこで終わっちゃったら困るから。はいというわけでこれからもまだまだ続きます。どうも、というわけで、オラオラジオお相手は空城城太郎役の小野大輔と田中康平役の田中康平でした。やれやれだぜ。この番組はスピードワゴン財団の提供でお送りいたしました。